皆さんこんにちは、なおこです。12月になって私が今住んでいるところは急に寒くなりました。今日の最高気温は11度、最低気温は0度です。0度、0です。外はすごく寒いです。前回の動画でこたつっていう暖房器具について話したんですけど、皆さんもう見ましたか？もしまだ見ていなかったら、ぜひ前回の動画を見てみてください。はい。前回の動画でも言ったんですけど、私の家にこたつはありません。じゃあ、この寒い冬をどう私が過ごしているのか、何を使っているのかについて今日は話したいと思います。あの寒い冬に私が使っているものについて今日はおしゃべりしたいと思います。はい、今日は冬によく使う日本語をたくさん使うので、皆さん今日もよく聞いてくださいね。はい、じゃあ早速一つ目、床暖房。床暖房。はい。床は何だと思いますか？はい、そうです。床です。床。フロアですね。床。床の暖房のことを床暖房と言うんですけど、私が今住んでいる家には床暖房がついているので、寒い日は床暖房を使います。ちょうど今日も寒いので、今床暖房を使っています。今床暖房がついています。床がちょっと暖かいですね。はい。子供の頃、床暖房をつけている時に床の上で寝てしまったことが何度もあります。布団も使わないで床の上に寝て、そしてそのまま朝まで床の上で寝てしまったことが本当に何度もあります。次の日朝起きると肩が痛くなっているし、乾燥で喉も痛くなって大変でした。はい。でも床暖房は床が暖かくなるのですごく気持ちいいですね。はい。じゃあ次、エアコン。エアコン。エアコンは夏の暑い日にエアコンの冷房機能、冷房、エアコンの冷房機能を使って部屋を涼しくしたりすると思うんですけど、冬はエアコンの暖房を使います。これ、暖房、エアコンの暖房機能。そう、エアコンの暖房はエアコンから暖かい風を出してくれるので、部屋全体が暖かくなります。そう。私の家ではまだエアコンの暖房は使っていないんですけど、もう少し寒くなってきたらエアコンの暖房を使うつもりです。はい。あの、エアコンの暖房はエアコンから暖かい風が出てきて部屋全体を温めてくれるんですけど、なんか他の暖房に比べて乾燥しやすい気がするんですよね。そう。エアコンの暖房を使うと部屋が、部屋の空気がすごく乾燥してしまう感じがします。そう。だから、私はエアコンの暖房を使うときは加湿器も一緒に使います。加湿器。あの、湿度を上げるためのもの、湿度を上げるためのもの、加湿器って言うんですけど、エアコンの暖房を使っているときは加湿器も使って
あの部屋を加湿します。そうじゃないと喉が痛くなってきてしまうんですよね。乾燥で喉が痛くなってしまう気がするので、エアコンの暖房を使うときは加湿器も一緒に私は使っています。あとはたくさん水を飲んだりします。はい。皆さんの国でもエアコンの暖房って使いますか？じゃあ次、3つ目、湯たんぽです。湯たんぽ。じゃじゃん。これです。湯たんぽ。はい。この容器にお湯を入れて使います。これ、日本語では湯たんぽと言います。湯たんぽ。ちょうど昨日の夜も使ったので、今、中にお湯が入っています。もうお湯じゃなくて、ただの水ですね。そう。皆さんは湯たんぽ使いますか？冬に湯たんぽ使いますか？私は毎年冬になると湯たんぽを使います。そう。湯たんぽの使い方はすごく簡単で、この容器にお湯を入れて、そして何か毛布とか何か布でくるんで、それか何か湯たんぽカバーとか何かに入れて、そしてそれを寝る前に布団の中に入れておきます。そうすると布団の中がすごく暖かくなって、寝るとき寒くなくなるんですよ。暖かい状態で寝ることができます。これ結構長い間暖かいんですよ。湯たんぽの暖かさが結構長い間、長時間続きます。朝まで暖かいですね。おすすめです。私はこの湯たんぽ大好きです。本当によく使います。よく使っています。はい。じゃあ次、4つ目。カイロ。カイロ。はい。カイロは手とか体を温めるものです。これです。カイロ。はい。これ、手とか体を温めてくれるもの。これを日本語ではカイロと言います。カイロ。日本では冬になるとスーパーとかコンビニとかドラッグストアで本当にたくさん売られます。カイロがたくさん売られます。使っている人も結構多いと思います。皆さんの国ではカイロを使う人って多いですか？みんなカイロを使いますか？私は毎年必ずカイロを使います。あの、少なくとも1回は、いや、少なくとも2回、3回くらいは必ずカイロを使います。今年ももうカイロを何回か使いました。カイロといったら、この使い捨てカイロが人気です。使い捨てカイロ。そう。使い捨てというのは、使ってすぐ捨てるものです。使い捨て。一回使って、その後もう捨てるもの。使い捨てと言います。例えばこの使い捨てカイロとか、あとはたまにホテルとかにある使い捨てスリッパとか、パーティーの時とかバーベキューの時に使う紙のお皿ありますよね。使い捨てのお皿、使い捨ての紙皿、使い捨てのコップ、使い捨ての紙コップとか、使い捨て〇〇と言います。はい。
日本ではカイロといったらこの使い捨てタイプのカイロですね。はい。今は充電して使うタイプのカイロもあるみたいです。そう。じゃあこの使い捨てカイロ2種類あるんですよ。衣類に貼るカイロ、貼るカイロと貼らないカイロ、貼るカイロと貼らないカイロ。じゃあまず貼るカイロ、これちょっと開けてみます。開けます。はい、じゃじゃん。これです、カイロ。これ袋を開けるとカイロの中に入っているもの、カイロの中身が空気に触れます。カイロの中に入っているもの、カイロの中身が空気に触れて化学反応が起きるんですよ。化学反応、そう、化学反応が起きて、これ暖かくなります。なんだっけ、鉄の粉、鉄の粉とか水とか何か入っているみたいです。それと空気にある酸素が化学反応が起きるらしいです。化学反応、はい、化学反応が起きてこのカイロが暖かくなります。今もうちょっと暖かくなってきました。少し今暖かいです。そう。そしてこのカイロ、裏にシールになっているんですよ。シール。そう。シールになっていて、これを洋服につけます。そう。ここにつけるとちょっと恥ずかしいので、中につけます。中のインナーとか、そう、つけます。今日も寒いのでカイロをつけます。はい。このカイロは肌に直接貼ってはいけません。ここに肌に直接貼らないでくださいって書いてあります。肌に直接貼らないで、何か洋服、インナーとか何かシャツとかに貼って使います。そう。これ最高気温が最高気温じゃない最高温度が62度、そして平均温度が50度って書いてあります。最高で62度になって、平均の温度は50度。そして持続時間8時間。暖かさがキープしている時間、暖かさが持続する時間は8時間です。そう。8時間ずっと暖かいので、朝出かける時に使うのがいいですね。はい。カイロの種類にもよるんですけど、だいたいこのカイロと同じように最高温度が60度くらい、そして平均温度が50度くらいですね。はい。じゃあ次、この貼らないカイロ。貼らないカイロっていうのはどういうものかというと、ちょっと開けます。じゃじゃん。貼らないカイロはこんな感じです。そう。今、カイロの中身が空気に触れて、今、化学反応が多分起きています。はい。まだ暖かくないです。だんだん、おう、だんだん暖かくなってきました。うんうん。今、だんだん暖かくなってきています。この貼らないタイプのカイロはこうやって手で持って使ったり、あとはポケットに入れて使ったりします。寒い冬、外を歩く時とか手が冷えますよね。手が冷たくなるので、このカイロ
持って手を温めます。はい。あと靴下に貼るタイプのカイロも売っています。これは私まだ使ったことがないんですけど、足が温かくなるみたいです。はい。じゃあ最後、ヒーターとストーブ。ヒーターとストーブ。はい。まず私の家では、じゃじゃん。ヒーターを使っています。ヒーター。はい。あの、お風呂に入る前に洗面所でまず服を脱ぎますよね。服を脱ぎます。でも洗面所にはエアコンもないし何もないので寒いんですよ。だから洗面所で服を脱ぐ時とか着替える時にたまにヒーターを使います。あとは自分の部屋で何かしている時、寒いのでヒーターを使います。はい。そしてストーブ。ストーブは石油とかガスを使って温める機械です。そう、ストーブ。ちなみに石油は灯油っていう種類のものを使います。灯油。はい。私の家にはストーブはないんですけど、私のおばあちゃんの家に灯油を使うストーブがありました。毎年冬になるとストーブを使っていました。そう、よくストーブの上にやかんを置いてお湯を作って、そのお湯でお茶を作ったりしていました。あとストーブの上で焼き芋を作ったりしていました。焼き芋、アルミホイルでさつまいもを包んで、それをストーブの上に置きます。多分1時間くらいかかったと思うんですけど、焼き芋が作れます。はい、懐かしいです。そう。あと私が小学生の時と中学生の時、多分高校生の時もかな。冬になると学校の教室に1台ストーブが来るんですよ。ストーブが置かれます。教室の前にストーブが置かれて、そして授業中ずっとそのストーブを使っていました。授業と授業の間の休み時間になると、みんなそのストーブの周りに集まっていました。これも懐かしいですね。はい。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。私は冬になると床暖房とかエアコンの暖房機能を使ったり、カイロ、湯たんぽ、ヒーターを使います。そう。あとは暖かいお風呂に入ったりして、この寒い冬を過ごしています。皆さん、寒いところに住んでいる人は冬どう過ごしていますか？何か特別なものを使っていますか？じゃあ今日も最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。寒いので皆さん風邪をひかないように気をつけましょう。じゃあまたね。ありがとうございます。